こんな感じ。コンパウンドも一応落として、ちょっと触っちゃった。ごめんなさい。触っちゃったよ。もうちょっと落として。すごい目立たなくなった。すごいわ。はい、皆さんこんにちは。車の大辞典シヌピーです。今回はね、フロントガラスがちょっとひび入っているので、こちらガラスリペアキットっていう商品を使って、フロントガラスの傷ひびを補修していきたいなと思っております。でこれパッケージにも書いてあるんだけど、プロも認めたこだわり設計、この傷をここまで綺麗にって書いてあるんですよ。ほんとかいなということで、今回ねちょっとこちら使ってみたいと思います。そしたらまずフロントガラスの傷の状態どんな感じか見てもらおうかな。はい、ちょっと見づらいかな。ここにあるんだけど、これが今回補修するフロントガラスの傷になります。大きさはね1センチもないぐらいなんだけど、目立つっちゃ目立つぐらいの傷で、中から見るとこんな感じ。運転席側にあって目線にちょうど入るぐらいで、ちょっと若干邪魔なのでこれを補修していくと。でまず確認したいのが、補修できない傷の種類っていうのがあるんですよ。だからそのガラスの傷によってこの商品じゃ補修できませんよっていうのがあります。どの傷でも治るっていうわけではないみたいで、上からちょっと説明していこうか。計7種類あるんだけど、直せる直せないがあるので、そこはね自分のその傷を見て直せるのか直せないのか判断してから購入した方がいいと思います。今回ね補修する予定の傷は、一応どれにも該当しなさそう。一番近いのは衝撃点が 8mm 以上ある場合っていう感じなんだけど、一応 8mm はねなさそうなので、今回はこのガラスリペアキットを使ってちょっと補修行っていきたいと思います。で今回ねその傷的にも使えますよとなりました。そうしたら商品を買います。使う日、これが重要になってくる。僕もねちょっと前に購入して、この使う日っていうのを見定めてたんだけど、ここね UV レジンは紫外線太陽光により硬化しますので、作業を行う際は必ず晴天の日に行ってくださいと。なので晴れた日を必ず選ぶ。で UV レジンを傷に注入する作業までは紫外線の直接当たらない場所で行ってください。日陰ね、陰でやってください。室内とかに入れられる人は室内に入れた方がいいと思います。でその他注意事項ね、10年以上使用している古いガラスには使えません。それとフロントガラスは3層構造になっていて、傷やひびが内側の層まで進行している場合は使用できません。だから使用する前に内側触ってみて、内側まで割れてるようだったらもうこれ使えませんと。ガラスの形状がきつい場合、R カーブがきつい場合は使用するねこの吸盤、これがうまくつけられないことがあると。あと重要なのはここだね、自己責任で行ってくださいと。これを施工して何かあっても対応はちょっとできませんよという感じかな。自己責任で使ってください。 OK。 そしたら早速使っていこう。どうなるかはわからないんですが、一旦開けて作業していこうかな。で中にさらに詳しいこの説明書が入っているので、これを読みながら行っていきます。この傷周辺をきれいにしてくださいよということなので、ちょっと濡れたウエストで傷周辺をちょっと拭いておきます。そんな汚れてはないんだけど、拭いてちょっと一旦乾燥させます。うわー、これ一番ね怖いな。傷やひびができた中心部やその他の傷やひびの箇所に付属のピンを差し込み、ピンを優しく左右に振って UV レジンが浸透しやすいように少しずつ広げる。うわー怖い。なるほど。要はこの傷の衝撃点からその UV レジンを入れて、これを目立たなくするっていう手法なんだけど、これがちょっとちっちゃかったり、この衝撃点のところに何か詰まり物とかがあった場合ね、うまく治らない、その UV レジンが浸透しないということなので、ここをピンを使ってちょっと嫌なんだけどね、こういう感じ、ここの中心、ここね、こうちょっとグリグリ。マジかよ、大丈夫かよ。
本当に大丈夫？怖いんだけど。どこまでやるの？怖いんだけど。傷が広がらないように注意してくださいって書いてあるね。何そんなことあんの？差し込みすぎると傷が広がるので、ちょっと安牌ぐらいでいっときます。わからん。これはもう本当わからん。力加減がよくわからん。大丈夫？で一旦このガラスの破片が出るので拭いておきます。わあ怖い。これがクリア板と呼ばれるものですね。でこれもう中に入っていて吸盤もついていました。でここ時計回りで締められるみたい。合ってんのかな。もっときつく締めた方がいいのかな。でこれをガラスにつけるわけですよ、こうやって。で人によってはもっと端の方に傷がある場合はこの吸盤の位置をずらしてつけてくださいと記載されています。ガラスに油分など汚れが残っている場合は吸盤が外れちゃうのでしっかり拭いといてくださいと。続いてこのね真ん中の穴、これが傷の中心に来るようにこの吸盤を取り付ける。これ難しいね。これね一番重要になってくると思う。若干カメラが邪魔なんですが、こういった感じかな。吸盤つかないよ。大丈夫？吸盤がつきませんがどうすればいいの？OK。さっきここぐるぐる回しすぎたんだけど締めすぎるとつかないのでちょっと緩くしてあげるとくっつくようになります。締めすぎないね、そこ注意必要です。最初の状態が良かったんだろう。取り付けるのところで締めすぎちゃった。この辺かな。 OK。 だいたい中心にアタックできました。できたらインジェクターをクリア面の中心の穴丸3番に取り付けてください。これがインジェクターと呼ばれるもので、ここに時計回りで差し込んでいくと。取れないよね。でこの時にインジェクターが本当に中心部にあるのか確認します。でこう回してって垂れないようにインジェクターの先端がガラス面の傷に触れたら液だれを防ぐためにさらに半回転で、この傷つかないようにシリコンっぽいのがあるので、これがくっついたらさらに半回転するといった感じだね。 OKOK、 順調。 UV レジンをインジェクター内に注入して UV レジンを傷の中心部に浸透させると。でここは硬化しないように必ず紫外線当たらないところ、太陽光とかがね当たらない場所で作業をしてください。緊張してきた。で UV レジンがこれねビニールに入ってます。こんな感じの容器でまずインジェクター、この中に UV レジンの容器を半分程度注入してください。どういうこと？難しくなってきたよ。容器の半分ぐらいをこの中に注入するみたい。もうちょっと待てよ。なるほど OK。 もうやっちゃおう。 UV レジンをとりあえず半分入れます。入った。でそしたらこのピストン、これを入れて回していきます。で途中で締め込みを止めるんだけど、それはねじ込みで抵抗を感じたらだって。抵抗を感じてるけど、もっといけるわ。抵抗って結構な抵抗だわ。ここだね。最初のこのネジの抵抗じゃなくて、もう止まるところっていうのかな、その抵抗を感じるまで締め込むっぽいね。で 1,2 分そのままにしておきます。はい、1,2 分待ちました。そしたらピストンを横から見て、ピストンのネジ山が見えるまで緩めます。押さえながらやんないとあれだ。はい、ネジ山見えました。そしたら止めます。でまた1分2分そのままにしてください。でこの時に車内側から見た方がいいみたい。多分大丈夫。よくわかんない。でこのピストン上下運動の合間にピストンを完全にインジェクターから抜いて傷やひびを確認してください。これ抜いちゃっていいの？わからん。中からも確認すると。浸透してんのかな。もうちょっと強く締めてみよう。でこれ強く締めることによってより UV レジンが傷に浸透してくれるだと思う。ちょっと垂れてきた。けどさっきより違う。さっきね、なんて言うんだろう、このピストンを奥にやったのが弱かったせいなのか、中から見た時にまだ傷は見えてたわけですよ。ちょっと垂れてきた。これどうしよう。けどさらにね押し込んだおかげで中から見るともうその傷の形跡が分かんないぐらいこうレジンが浸透したように見えます。
で続いてインジェクターとピストンをクリア板に装着したままガラス面から外してください。装着したままいいんだよね。クリア板を吸盤を緩めてガラス表面から外して、吸盤こうやると確か緩むんだ。あ、そういうことね。なんか間違えた。あ、これで吸着させんだ。なんかいろいろ間違えてたっぽいな。あ、これ緩んできた。あ、硬い硬い。やりすぎだって。OK。あ、取れた。で外します。危ねえ。この時に液体ね、ボディにつかないようにした方がいいですよ、必ず。で続いて、やばい、ちょっと垂れる。でクリアフィルムを貼り UV レジンを硬化させます。これか。で不要な UV レジンはもうちょっと拭いておきます。これ後から削れば取れるのかな。いや、わかんない。クリアフィルムは傷やひびができた場所を全て覆うように貼り付けてください。あ、ここに貼ると。 OK。 大丈夫かな、不安だな。でクリアフィルムを貼る前に中心部に一滴垂らして。やばい、一滴垂らしてねえや。先言うてくれ。 UV レジンどこ行った。すいません、垂らしてなかった。まだ日陰でやってっからいけるっしょ。これを剥がして中心部に一滴垂らして OK。 やばい、さっき垂れたところやばいかな。で 2,3 分後フィルムを一旦剥がして再度中心部に一滴 UV レジンを垂らす。で硬化の目安は15分以上、冬場は30分以上太陽光に当ててください。一旦ここまで来れば OK でしょう。今のところね、すごい順調だって。見えるから傷見えないっしょ。見えることは見えるんだけど、すごい小さくなってるよ。もうすごい OK。 そしたら 2,3 分経過したので、さらに1滴 UV レジン入れていきます。 OK かな。大丈夫だと思う。そしたらこのまま日向に移動させます。また30分後お会いしましょう。はい、そしたら硬化終了しました。で約ね30分以上だね、寝かせておきました。太陽光の当たるところね。で硬化確認方法が、触ってみてこの液体が動かないようだったら OK で、こう触ってみても全然動かないので硬化終了になります。で今見てさっきのガラスの傷わかる？これね、近くで見てもあれどこっていうぐらい綺麗になっている。ちょっと中からも見てみよう。どう？若干ね、ここひびみたいのは見えるんだけども、最初に比べるとすごい小さくなってるね。素晴らしい。これから剥がしてみてどう変わるのかは分かんないんだけど、ちょっと今現状はちょっとすげえなと思っております。でもいよいよ最後の工程です。削り取る方法なんだけど、カミソリをガラス面に対して斜めにしながら往復させ UV レジンを削り取ってください。なるほど。とりあえずやってみよう。はい、こんな感じで、これがねカミソリになります。これはそのセット内容に含まれているので別に買わなくて大丈夫です。まずこのフィルムを剥がします。ペロリンチョ。なるほどね。すごい近くで見ても傷はすごい分かりにくいけど、この UV レジンがねちょっと目立つので、カミソリ、これはもう注意した方がいい、使うのに。うわー、怖い怖い。これがカミソリになります。で使い方なんだけど、こういう風に斜めに削ぐではなく、逆ね、刃を逆向きにしてこう削ぎ落としていくみたいな。でこれを多方向、いろんな方向にね削ぎ落としていきます。さあちょっとやってみよっか。でカミソリなのでもう取り扱い注意ですよ、刃物だから。怖っ。余計にガラスを傷つけるんじゃないのかとビビっております。ここまで来たらやるしかないよね。行こう。あれ結構硬いな。合ってる合ってるよね。うわー、緊張すんな。徐々に透明感を取り戻してきたような気がします。サイズもねちっちゃくなってきたね。真ん中ら辺が透明度を増してきましたね。そんな解説してる暇あったらやれと思うんだけど、手がもう痛い。勘弁してくれ。もう指に力が入んないわ。
定期的にねこの刃についたこのカスを取ってあげないと削れ具合がね良くないっていうか遅くなるので、定期的に取ってあげるといいと思います。うわすごい小さくなってきたけど指が持たない。であとはここだ。ここが多分一番へこんでた部分、ここね、このちっちゃい点、これがね多分もう落ちない。 OK 終わり。はい、そしたらちょっとタオルで拭いてみます、このカスを。はい、どうでしょう。このちっちゃい点、これはもうその衝撃点のところだからしょうがないっぽいんだよね。わ、すげえ綺麗になってる。この点だ、こんなちっちゃくなった。はい、ちょっと中からねアップにしてみました。この中心のところ、これがさっきまで傷あった場所なんだけど、もうすげえちっちゃくなって、最後衝撃点のこの何て言うんだろう、穴が開いていた部分、ここはもう完全にクリアにはならないんだけど、その周りに関してはこのちょっと線、左側にこの線があるじゃん。これは多分ねここまで UV レジンが入りきんなかった、もしかしたらね傷がつながってなかったやつなのかな。ここはね残ってしまいました。今日まあここまでちっちゃくなったと、素晴らしい。はい、これが外から見た映像です。ちょっとした点になってるんだけど、もうすげえ超ちっちゃくなった。外から見てもこの白い部分は若干目立つんだけど、さっきの最初のね状態に比べると全然マシ、すごい。で最後この後ねコンパウンドで磨くといいみたいなので、その作業をやって終了にしたいと思います。で最後コンパウンドはこれガラスリフレッシュ、これでちょっと磨いていきます。でその他にもちょっと若干ね UV レジンがついたところがあるので、そこ白くなっちゃってるんだよね。ここも落ちるかちょっとやってみますか。ちょっとコンパウンドでこの辺もね、下の方もちょっとついちゃったので、ついでにちょっと鱗落としていこうかな。 OK、 こうやると分かるね、若干ここの部分。まあこのレベルだったら全然いいでしょう。ちょっと拭き上げていきます。おっとコンパウンドが若干根詰まりしてるかな。で UV レジンがついちゃったところは問題ないね、落ちてるわ綺麗に。ちょっと水をかけてコンパウンドを落とします。OK、 作業終了。どう？すごいちっちゃい点になったね。はい、作業後すごい目立たなくなった。すごいわ。で最後このちっちゃい点はもうどうしようもない。直径2ミリぐらいあるのかな、1ミリぐらいかなぐらいのほんと小さな傷。その他のね広がってた傷っていうのはなくなっている。すごい。でさっき中からも見たんだけど、本当にね目を凝らしてみないと分かんないようなレベルまで小さくなりました。でまあ人によってはこのちょっと若干白いポツっていうのが気になるっていう人はいなくはないと思う。まあ、とりあえずこれで作業終了になります。はい、といった感じで以上になります。で今回ねこちらホルツのガラスリペアキットを使ってみました。で使ってみた感想、最初はねすごい順調にいってたんだけど、後半のUV レジンをね削ぎ落とす作業が、ちょっと大変だったね。もう今ね指がもうやばい、指パンパン、筋肉痛だ明日ぐらい本当にちょっと大変だったけど、これAmazon で2500円ぐらいなのかな。2500円で傷があそこまでになるっていうなら僕はありだと思う。それと説明書がこれでこういう風に使い方が詳しく書いてあるわけですよ。で文字をねこう見ながらやっていくのがすごい大変なので、作業する前に一回読んでから作業した方がいいと僕は思う。でカミソリの使い方、この角度ねこう入れるんじゃなくてこう取ってく感じなんですよ。こうやってこっちの方が早いんだけど、これだとガラスに傷が入るっていうリスクがあるので、必ずこういう感じで、分かりにくいねこれ、ごめんなさいとりあえずこういう感じ、説明書にも書いてあるので、しっかり読んでね作業をしてもらいたいなと思います。なのでガラスにね傷が入ってる方、修復可能レベルの傷なのか、自分で判断してみて、でこれだったらいけそうだなっていう方はぜひこちらねホルツのガラスリペアキットを使ってみてください。はい、ちょっと疲れちゃった。今回の動画ね面白いなと
思った方、ぜひチャンネル登録とあと高評価お願いします。はい、それではまた来週。